こんにちは、みえこです。2日前にお話ししていたミクスティのパターンを使ったカバンが完成したので、皆様にご紹介します。これですよ。中央に赤いリボンがついたようなカバンです。それでは作りますね。前回ご紹介したその前ですかね、ご紹介したパターンと同じものを使います。ですから 3.5 センチ幅に切った布が必要です。キルトケットを作った時と同じ方法の縫い方ですよ。詳しく知りたいなと思ったらキルトケットのパターンを見るともうちょっと詳しくご説明しています。ですからそちら見てくださいね。赤い布にこの三角の布を縫ったものを両サイドにつけて一つのパターンが完成します。次に必要なのが同じ 3.5 センチ幅の布を今度は三角形なしで3枚ずつ縫います。必要なパターンはこれです。表側だけです。これ半分ですよ。そして中央にこの布があります。これを並べます。そして順番に縫いますよ。上の段から横一列縫います。最初に針で簡単に留めておくと縫う方向を間違えないで縫うことができます。よく間違ってるんですよ。次にキルト綿の上に今縫ったものをこのように乗せて縫い代の位置を確認してもう一段重ねて直接縫います。
でこの1段終わった時にアイロンでプレスすると綺麗な作品ができますよ。これ2枚作ってくださいね。次にキルトのガイド線を描きます。そして底の布の丸みを取るためにこれお皿使ってこのようにカットします。お家にあるもの何センチのものでも構わないので使ってくださいね。少しぐらい大きくても小さくても大丈夫ですよ。全部同じ大きさにカットすればそれで OK です。次に裏布にトップを重ねます。3センチぐらい縫い代をつけてカットします。ざっくりで大丈夫ですよ。後からまた切りますから。そしてキルトをします。刺繍でも普通に縫っても大丈夫ですよ。今回もパターンの中央をこのように縫いました。このキルトのラインを印にして後からハンドルをつける布を縫います。キルトが終わったら余分なキルト綿をカットします。そしてここにタックを取ります。パターンの中央の模様が見えなく、布が見えなくなるような場所ですよ。そしてこの三角形にカットされたパターンのところにも2センチぐらいのダーツを作ります。こんな感じですよ。このように縫いますから、今からミシンの前に移動です。一番下のパターンの端から縫い始めて、裏布の布端まで縫います。これ両方縫ってくださいね。パターンの中央の布が見えなくなるように折ってありますよ。そして底の部分ですね。これは入れ口と同じぐらいの大きさのタックを作ります。続いてパターンの残りを使ってハンドルをかける布を用意します。ベルトの紐同士の紐みたいな感じですね。丈夫にしたかったので何回も縫ってありますよ。
次にハンドルです。これ昔買ったので今売ってるかどうかわからないんですけど、サイズだけ入れましたよ。これをこの辺につけます。で、先ほど縫ったものをこの赤い縫い線の端に布を合わせて留めます。このように縫いますよ。この布の端が向かい合うように押さえて縫います。場所は少しぐらいずれても同じ位置についていればそれで OK です。横から見えますかね。で、これが付け終わったものです。そしたら片っぽだけ裏布をカットします。これを合わせて仕立てます。だいたい1センチぐらいの縫い代で縫います。裏布の端まで縫いますよ。その後布の端を隠すように裏布をこのように折ってもう一度ミシンで縫います。曲線のところに来ると裏布が多いので目打ちでこのようにちょっとずつ入れてみたり、あとは目打ちで引っ張りながら縫ってみたりします。そしたら表に返してカバン入れ口をこのように裏布を折って手縫いで仕上げました。ミシンで縫っても OK ですよ。このようにハンドル通して完成ですよ。お洗濯するとき取り外しできるのが便利ですよね。それからこのハンドルが見つからない時ですね。こういうハンドルでもいいと思います。そしてショルダーにしたい時は横にショルダーをかける紐をつけたらショルダーにもなりますよ。終了です。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。